5大総合商社。就職人気は圧倒的で高年収の代名詞。日本で独自に発達したビジネスモデル。ラーメンから航空機まで。仕事ができるエリートサラリーマンのイメージもあれば、カラオケや飲み会で大暴れしてとにかくやんちゃなイメージもあります。今や商社が一切噛んでいないビジネスを見つける方が難しいのではないかと思えるほどに日本人の日常に溶け込んでいる総合商社。しかし僕たちは総合商社が一体何なのかを意外と知らないのではないでしょうか。総合商社は日本の歴史と密接に関連しながら発達を遂げてきた不思議な存在でもあります。2023年を代表するビバンという超人気ドラマでは丸菱商事という商社が舞台となっており、現実社会でも投資の神様ウォーレン・バフェットが2020年に日本の5大商社の株を少しずつ保有していたことが明らかになり、大きな話題を呼びました。もはや総合商社はカルチャー面でも現実世界でも非常に注目される存在です。しかしこの総合商社がこれまで辿ってきた道のりは決して平坦なものではありませんでした。今こそ改めて総合商社の歴史を振り返り、未来の日本の在り方を考えるべき時ではないでしょうか。まずはこの図を見てください。歴史を振り返る前に総合商社の現在の姿に迫ってみましょう。売上で見ると5大商社は10兆円を超えている会社が3つもあります。トヨタの売上は最新で37兆円ほどなので、その半分ほどに迫っているまさしく大企業です。当期純利益を見ても三菱商事と三井物産は1兆円の大台に乗っています。そしてこういった総合商社は事業投資を通して僕たちも知っている様々な企業にまでその手を伸ばしています。いくつか見てみましょう。ローソン、ライフ、ケンタッキーフライドチキン、伊藤ハム、甘露。動画投稿時点でこういった企業を関連会社、子会社などにしているのはどの商社でしょう。正解は三菱商事です。続いてドール、プリマハム、ファミリーマート、アディダス、レスポートサック、エドウィン、コンバース、ポール・スミス、イヴ・サンローラン。この辺りを取り扱っている商社はどこでしょうか。正解は伊藤忠商事です。もちろん時代とともに子会社は増えたり減ったり変わったりすると思いますが、知らず知らずのうちに商社が関わっているものは僕たちの日常生活を彩っているのです。ぜひこのブランドはここの商社が関わっているなどをあなたが知っていることがあればコメントでどんどん披露してください。ところでなぜ多くの人は総合商社が一体何なのかわからないのでしょうか。それには明確な理由があります。それは商社の事業展開の幅広さです。いくつか例に挙げてみましょう。三井物産モザンビークプロジェクト。LNG はエネルギーの量と質を両立するその可能性から大きな期待を集めています。私たちはこの LNG 事業を米州、豪州、ロシア、アフリカ、中東、アジアなどで推進。さらに2019年6月には東アフリカモザンビークでの LNG プロジェクトの最終投資決断を実行しました。世界有数のガス埋蔵量を誇る同地から明日のエネルギーを社会を支えていきます。丸紅、メキシコの会社の子会社化。メキシコカーメンテナンス事業会社の株式追加取得による子会社化について、RL 社はメキシコ最大手の独立系カーメンテナンスチェーンでタイヤなど消耗品の販売・交換やメンテナンスサービスを提供しています。ミャンマーにおける住友商事の取り組み。ミャンマーのお客様にとって最も身近なプラットフォーマーへ。海外での事業経験を生かし KDDI とともにミャンマー国営郵便電気通信事業体の通信事業運営をサポートしています。このように上げ出したらキリがないのですが、総合商社のビジネスネットワークは日本国内にとどまるどころか世界を股にかけています。さらに地理的だけではなく事業内容的にも非常に多岐にわたっており、これがさらに総合商社へのイメージを複雑にしています。三井物産の2023年の統合レポートを読むと、関係会社数は500社以上に上り、とんでもないほどの事業展開を行っていることがわかります。僕の高校の学年人数よりも多い会社数です。別のページを見ると、金属資源、エネルギー、機械インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代機能推進というように分かりそうで分からないムズムズする文字列が並んでいます。さて、ここまで見てきただけでも総合商社が一筋縄ではいかないほど複雑な何かであるということが感じられると思います。
もちろんこの事業を順番に羅列していたとしても総合商社を理解することにはなりません。総合商社の本質をつかむには時計の針を江戸末期まで巻き戻す必要があります。それではまず総合商社の起こりを見ていきましょう。江戸時代、この動画でも詳しく解説している通り、日本は鎖国しながらもオランダや清王朝などと貿易をひっそりと行っていました。その頃はオランダや清の貿易商社が貿易を担っていました。幕末に入り1858年にアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアと修好通商条約を結ぶと、外国の商人が日本の決められた場所に入ってきて、そこで輸出入を行うというスタイルに変わります。この決められた場所、居留地は函館、横浜、長崎、兵庫、新潟でした。外国の商人には有名なグラバー商会やアヘン戦争に深く関わったジャーディン・マセソン商会などがいました。そして知り得る限り最も古い商社と名の付く組織は兵庫商社です。幕府が立ち上げた組織で、これは4ヶ月で消滅。さらに坂本龍馬が作った亀山社中も商社の先駆けと言われることがあります。これは後に海援隊となり、グラバー商会から買った艦船を薩摩藩に流したりしていました。1870年代に入ると殖産興業の一環で日本人商社が設立されるようになり、その中に後にいわゆる総合商社にまで成長する三井物産もありました。この三井物産は井上馨が作った泉州会社と三井の国内流通を行う業務が組み合わさって誕生します。率いたのは増田隆でした。三井物産はすぐに上海支店、パリ支店、ロンドン支店と政府の要請などに応じて拡張していき、石炭や生糸、綿花、機械などを取り扱うようになっていきます。ところで日本は1886年頃から1894年の日清戦争、1904年の日露戦争を経て1900年代までの間に産業革命を経験したというのが定説です。そして日清戦争では下関条約で莫大な賠償金を得たので会社が立ちまくりました。そして日本の産業を支えたものの一つが紡績業です。最初は紡績の機械の輸入を三井物産が一手に引き受けて繁盛しますが、やがてさばききれなくなって他にも商社が誕生します。その中には日本綿花という商社もあり、これは戦後の日綿へとつながっていきます。また近江の方で繊維を販売していた伊藤家も繊維商社と呼べるまでに成長していましたが、貿易に乗り出すのは意外と遅いです。一度輸出に挑戦して挫折し、日露戦争開戦の1904年に輸出部を作っています。さらに1918年に伊藤忠商店と伊藤忠商事に分かれて、伊藤忠商店は1921年に丸紅商店という名前に変わります。丸紅と伊藤忠は同梱というわけです。一つの転機は第一次世界大戦でした。これによってヨーロッパからの輸出が止まり、そこの隙をついて日本では商社がバンバン設立されました。ここで三菱商事もできています。しかしこの時期最も成長し、日本一になったのは鈴木商店という総合商社でした。鈴木商店は事業への投資を通して多角化を進めていき、結果経営的に少し傾いていきます。そして1927年、取り付け騒ぎが起きた時に鈴木商店は倒産してしまいます。これが昭和金融恐慌と呼ばれるものです。また三井物産から綿花部門が独立し、東洋綿花ができました。これは後にトヨタ通商に買収されます。話を戦後に移しましょう。戦争が終結すると GHQ の占領政策の一環であった財閥解体の中で、旧三井物産も旧三菱商事も解体されていきます。解体されてしまった理由は大きく2つです。1つは戦争に商社が協力していたとアメリカが考えたから。2つ目はイギリスのジャーディン・マセソン商会にとって邪魔だったからです。それはさておき、戦後の日本では関西五綿と呼ばれる東洋綿花、日綿実業、豪商、伊藤忠商事、丸紅の5社や兼松などは繊維系産業を中心とする経済復興に合わせて成長していきました。各社は繊維以外に事業を広げるか吸収合併を繰り返すことで総合商社へと形を変えていくのです。鉄鋼商社と呼ばれる日商、岩井、あたかも躍進します。そして朝鮮戦争が起き、三菱商事や三井物産の再結集も始まります。最終的には1954年に三菱商事、59年に三井物産の合同が完了し、ここに日本の総合商社の歴史が本格始動したのです。続いて注目すべきは住友財閥の総合商社への参入です。
住友財閥は戦前まで商社機能を有していませんでした。戦後に商社設立の動きが始まり、1952年に住友商事という名前に変わります。一度複雑なので整理しておくと、ここで10大総合商社が揃ったことになります。まず1968年に日商と岩井が合併してできた日商岩井、あたか産業、伊藤忠商事、兼松と豪商が合併してできた兼松豪商、住友商事、東面、日面実業、丸紅、三井物産、三菱商事。これでちょうど10社です。しかし1977年にあたか産業は倒産状態になり、伊藤忠商事に吸収合併されてしまいます。話を少し戻して1960年に池田隼人が所得倍増計画を打ち出す頃になると、商社社用論が台頭します。買って売っているだけの商社の仕事など、メーカーが自分で売るようになれば不要になるだろうという声が上がるのです。しかし実際は1964年の東京五輪や GNI 世界2位への躍進などの過程で、メーカーたちは作るのに専念しており、商社は必要とされ続けました。それは商社が単に買って売るだけの存在ではなく、情報収集、投資、金融、交渉の調整などいろいろな価値を提供していたからでしょう。しかし商社に逆風が吹き荒れ始めます。きっかけは1971年のニクソンショックでした。これによって変動相場制へと移行し、円高に見舞われ、1973年の第一次オイルショックで原油価格が高騰し、田中角栄の日本列島改造論が土地の価格を申し上げました。こんな中で商社はトイレットペーパーや洗剤などの生活物資を買いだめし、批判の的になります。さらには日本のメーカーたちが商社を経由せずに直接海外に販売するということが増えてきたのです。こうして商社冬の時代に突入していきます。特にオイルショック、イラン革命、イラン・イラク戦争などの影響でコストがかさんだイラン日本石油価格のせいで、三井物産が経営危機に陥ります。1985年にはプラザ合意でドル安円高の方向性へ舵が切られます。そうすると低金利政策でお金が余るようになり、商社は不動産や金融ビジネスへと参入。日本経済はバブルへとつながっていくのです。1980年代後半には各商社は従来の買って売るトレーディングよりも事業の創造によって利益を獲得すべきだと考えるようになります。しかし1990年代に入るとバブルが崩壊し、業績が悪化、商社不要論がまたまた台頭します。この時期には商社は買って売るだけではなく投資に進出しており、それがうまくいっていないがために不安や焦りが出てきていたのです。コンビニやスーパーなどに投資を始めるのもこの頃です。こうして2000年代に入ると商社は連結経営を大事にするようになり、商社たちの顔ぶれも変化していきます。2004年には日商岩井と日面が合併して双日という名前になり、2006年には東面がトヨタ通商に吸収合併されます。こうして今でも続く7大商社体制が完成します。三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事、双日、トヨタ通商。この頃になると投資もうまくいき始め、資源価格も高騰していったので商社の業績はかなり良くなっていきます。逆に2014年に資源価格が下落した時は一気に業績が悪化しました。最後に少しだけなぜ日本に総合商社なるものが発達したのかを独断と偏見で考えておきます。僕が思う3つの理由を紹介します。1つ目は国内マーケットの大きさです。製品を作っても国内でだいぶ売れてしまうほど人口がいるので、メーカーが積極的に海外に売るという必要性に乏しかったんです。2つ目は日本語と英語の相性です。日本語と英語はかなり遠く、日本語話者は英語が得意になりづらいっていう話は有名だと思いますが、このおかげで貿易仲介に特化した人たちが活躍する余地が大きかったんじゃないでしょうか。3つ目は鎖国です。海外とやり取りするノウハウを持った人が少なかったので、それを専門にやる人が出てくる余地があったのかもしれません。あなたはどう思いますか？今では商社は就活生に大人気の業界になっています。買って売るというトレーディングに始まり、事業に投資することが増えてきて、今では事業に投資するだけではなく経営にまで参加するスタイルに変わっていきました。時代に合わせてやり方を変え続けたからこそ今まで生き延びているとも言えます。